ちは、トラス企画なべちゃんです。そして花です。RX ファンの皆さん、お待たせしました。今日は動画でね、初めてご紹介するんですけど、こちらの FD サイエンス RX7 です。かっこいい。めちゃくちゃかっこよくないですか？この黒ね、半端ないですね。もうボンネットとかバンパーとか変わっちゃってね、すごい低いですね。うん、はい。まあ、ただね、ちょっとこの車いわくつきらしいんですよ。こんなかっこいいのに。はい、でね、なんかみーくんも一緒に説明するよって言ってたんですけど、みーくんちょっとどこ行ったか分かんなくて。どこ行ったんですかね。どこにいるんですかね。まだ来ないですね。来ないですね。姿が見当たらない。どこだろうな。あ、いた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 。見て見て見て。何してるのみーくん。いや、なんか持ち上げてる。持ってるよ。怖い怖い。何してるんだ。何してるんですか。何してるんですか。みんなわかんだろうよ。筋トレですか。何してるの。今？はい。みんなわかんだろうよ。させっていうことですね。ドラシャ。しかも T シャツどうしたんですか、なんか。何そこ触れんの先に。何そこ触れんの。いや、もう触れてほしい。最近さ、ほら、なんかゴールデンウィークもそうだったけどさ。コロナでさ、ステイホームだとかってさ、どこも出かけられなかったじゃない？どこも行かない、お家にずっといました。ずっといたじゃん。はい。ね。そしたらさ、なんか食べ続けてたら、なんかね、お腹にみんな脂肪がステイホームしてる。脂肪がロックダウンされちゃった。ここにロックダウンしてるんで、なんか早く解除してあげないといけないので。ちょっとね、車のパーツを使ってすごいちょっとジムのトレーニングしてます。筋トレだ。すごい。このセットで筋トレしてる人ね、俺初めて見たよ。見てください。ちなみにいっぱいできるんですよ。鉄とかね、タイヤとかね、これも筋トレの道具になりますので。タワーバー。デフはもうやばいと。デフは後で説明します。今日はそれじゃないんだよ。なるほどね。そう。今日は T シャツの説明です。見て、これすごいいい。ちょっとね、この辺ステイホームしてっからね。この間ほらYouTube のコメントで「あれみーくん太った」って書かれてたんですよ。そう。すげえ太っちゃった。いわゆるコロナ太りみたいな。コロナ太り。実際本当に何キロだって測ってみようか。あ、そうですね。高田の体重計。じゃあきちんと体重管理もされてる。そう。高田の体重計。さあ何キロでしょう。大公開。ででーん。やっべ。8260。8260って読むのか。すげえな。違うだろそれ。点の位置が違うだろ。そう。82.6になっちゃった。やべえなこれ。ちなみにみーくんのベスト体重は73キロです。みーくん身長高いから。まあそうですけど。それなりにあれですけど、82はなかなかです。ベスト体重からちょっと。3ヶ月以内になんとかします。お、今聞きました。宣言です。宣言。3ヶ月以内になんとかしないと、あそこのプールで泳げないんですよ。プールだったんだ。そう。ここで泳ぐために3ヶ月以内になんとかこの圧縮をね取り戻さないと。取り戻す感じで、はい、いきますから。で、おお。花ちゃんと一緒にね。あ、そうですね。今日ね、ナイトプールやろうね。やべ、あそこでナイトプール楽しそうでも。そう。恋と一緒に LED 浮かべて。で、これちなみになんでこの今日 T シャツ着てきたか知ってる？ちょっとこの辺ね、気になりますよね、この辺。これですか？あ、この辺じゃないです。この辺。この辺じゃなくて。下の方じゃないです。DETT とかじゃなくて。RB26DEVU です。って書かれてる。やばい。ちゃんとサイン入りですから。すごい。あ、これちなみにね、欲しい人いたら言ってください。販売します。1枚500円。違う。1枚ね、正直2500円ぐらいなんですね。2500円。T シャツね、
ねちょっとね、うん厚いんだよね、うんちょっとね丈夫なやつで、うんちょっといいやつで作っちゃってる、いやいい T シャツそうそう、はいもっとねペランペランの薄いやつで作ればね、もっと安いですそう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 2000円とか1500円で買ってるんだけどこれT シャツ自体2000円いくらしちゃうあらまあこだわりほぼほぼ利益ない感じこれ手間考えたら、まあ欲しい方いっぱいいたら量産しますんでコメントを書いてくだもしさい。あれだったらここに、自分の名前つけてあげますからニックネームなるほどね。めぐりんだったらめぐりんって入れてあーいいですね。みんな欲しがっちゃう。はなちゃんとかって入れてもいい阿部ちゃんとかでもいいいや僕はいいから。好きなだけ入れられますからカスタマイズできちゃうそ。うそう会社で作っていくから、ー速攻昨日作ったからこれいやこれ昨日です。昨日作ったの昨日これね原型はね去年モデルなんですよ実はああそうなんです。あれですか？スケベライン。スケベライン。いや違う違うスケベラインはスケベラインであってあそうなんですね。こういうね面白い T シャツでね実はねいろいろ作ってるあなるほどですね。やばいな。そうじゃあコメント書いてくださいね。そうそうはい。で今日なんで圧縮足りねえとかって言ってんだけど、はい。実はねこの車もねそうそういわくつきって言ってたんですよさっきね。圧縮足りねえんすよそういうことですか？そうそうえそうロータリーの圧縮そう足りない？圧縮足りないありゃ。ちょっとほらエンジンかけてみてはいエンジンかけます。ほら見てこれブルブルしてるでしょこれもう圧縮足りないってことね本当だ。そうちょっとマフラー見てほら見てもうこの状態ほらパパ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 みたいなほらもうはいもうエンジン来ちゃっていいよ、そうあ不調な感じですね。 FD ってはい結構ね、気がつかないかもしれないんだけど圧縮が低かったりするケースってあるんですよ査定買い取りの査定の時に、はいはいはい。まあ、これは明らかに低いからみんなわかるんですけどあれ大変だよ本当に一括査定ってあるじゃん、はいみんな来るのはい。なんとかモーターとか大きいとことかガレージなんとかとか大きいねアルファベットのとことか。そうなんか G なんとかとかこうなんかいっぱい来るのねやばいやばい。でみんなで見るじゃんはい。でみんなでちょっとおかしいかなとかいろいろこうやってるわけ、うんうん。そうするとね圧縮測る、はいコンプレッションテスターっつうの、はい。うん。あれね査定の時持ってくるやつがいて、うん、まあでもガレージなんちゃらっていうところねアルファベットのと言っちゃってこね。アルファベットのとこ。そうそうガレージなんちゃらっていうところね持ってきてみんなの前でやっちゃプラったんですグ外して圧縮測ってんのすごい度胸だ。そう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 勝手にってことです。かってまあ一応お客さんにこう了承を得た上でちょっとね FD は圧縮測んないと見ないと買えないのでっつってみんなの前でこうプラグ外して圧縮測ったり他のみんなは助かりますね。他のみんなこう見てておーって言っててそうそうそうそれを参考に査定していくっていうそう自分らはそういうことしないよまあうちら直せますからね。でなぜそうしてるかっていうと、実は人たちって圧縮がちょっと低かったりとかして持って帰った後にかぶっちゃったりとかして、実際よくよく見たら圧縮不良だよって言うじゃないですか、そうすると買い取った時の申告がないっていうことでああなるほどね。値引きさせられちゃったりとか下手したら返品させられちゃう時って多いんですよ。えー、でもほらお客さん自体も気づかなくて、たまにかぶっちゃうんだよねとかって言ってて、ちょっと調子悪いんだよねぐらいの。クラウン交換すると治るんだけど、みたいな。でもなんかやってもかぶっちゃうんだよねとかっつって、じゃあもう嫌になっちゃったからもうまあ売ろうかみたいな話でこう来る時って大体圧縮不良だったりする時なんだけど、その時はほらエンジンかかっちゃったりとかすると、そのまま査定されて「おお高く売れてよかった」とかって言ってる、だけど実際は後からそう言って難癖つけて来られちゃうケースってものすごい多いんですよ。それ嫌ですね。そう FD に乗ってる人は気をつけてください。うんガレージなんちゃら。測ってますからそこは。そうそうそう。いやなんかこの間俺負けちゃってね、すげえ悔しかった。腹いせだ腹いせ。余計ディスっちゃうぞみたいな。そうそうそう。負けたわけじゃないんだよ。負けたわけじゃないんだけど、なんかねうちの名前を知らなかったのお客さん。プラス接客ですとかって言ったら。
みたいな。そうどこにあるんですかとかって茨城県でああそうなんですかみたいなぐらいで分かんなかったんだよね。損しちゃいましたね、お客さんね。そうそうガレージなんちゃらのがね有名だった近くにあったから。じゃあそっちの方の人だったんですね。そう埼玉の方にちょっ危ない危ないもう。ギリ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 。そう本当は神奈川なんだけどもともと。なるほど。いやもうバレちゃいますよそれは。バレないバレない。だって俺何にも言ってないもんだって一言も言ってないよ。一番悪いそういう人が。ガレージって言ってるだけですから。全国に何箇所あるもう何千社もあるからガレージなんとらとかいう会社でその通り。一言もだって俺神奈川にあるって言ってないもん。言ってないです。あれあれ。そう今あれ言ってないもんだって一言も。まあまあまあね。まあまあはい。ただうちの場合はその圧縮が不良だったりその圧縮ちゃんとしてもうちは査定した時にそういうクレームとかね、そうやって後から値引きしたり返品したりとか、まあパーツもそうなんだけどまあ車もそういう買い取りはしてないので、当然プロが見てますから。そこで見抜けなかったらこっちの責任。見抜けないのに後あかお客さんの責らつけ任。てなんか車が調子悪いから値引きだみたいな、それはねプロとしてやっちゃいけない。まあ普通にそう思いますよね、本当に。FD のね注意点はそこ。うん。乗ってる方気をつけてください。まあ売るならトラスト企画っていうこと。そう大丈夫。で大体ねうち入ってくるの意外と調子悪い車。やっぱさっき言ったような経緯でね入ってくる。でなぜ入ってるか教えます。結局例えば査定が150万ですとか、ね、200万ですとかってついてやったーとかって言って3日か4日ぐらいしてからやっぱり値引きですなんてエンジン調子悪いんで値引きですとか言ってて、値引きどのぐらいするのって言ったら50万ぐらい引そんな引かれちゃうんですね。下手半額みたいになったりとかして、やば。そういうのがねあって。お客さんだって5万でも引かれちゃったら嫌じゃない。嫌ですよ。だってもうぬか喜びしちゃうじゃないですか、その場でね。高かったのにラッキーってなって。使っちゃうかもしれないし。本当ですよ。そうですよね。買っちゃったかもしれないし。本当に本当に。で大体そういう時ってなんか返品されてきてる。引き上げた後にまた返品されちゃう。でクレームつけないとこってどこかなとかって言ったら大体うち。素晴らしいですよ本当に。結局は。で一応経緯を聞いて、でお客さんじゃあどうしたらいいですか。まあ同じ金額とは言わないでなんとか少しでもちょっとっていう話になって、じゃあ間取ってこの辺でしましょうかって言って大体納得して購入させてもらってるっていうことかな。素晴らしい。買い取りのユーザーからしたらね本当最後の砦じゃないですか我々本当に。絶対言えないですよそんなの。口が裂けてもなんか査定見しちゃってなんてプロなんだからこっちは。そのね見た時点で分かってないといけないと。そうお客様見せてますしね読んできちんと。調べるのはプロがやる仕事だから。もうお客様ね嘘つかれてたとしてもそれは見抜かないといけないと。そういうことですよ。一番厄介なあれね。ちょっと査定はちょっと本社から出たまだ出た連絡来ないんでちょっと待って出たまだ数字が来ないんでちょっと待ってほしいみたいなさ電話でね相談するやつ。まだですかとかって言っちゃっていやもうちょっと待ってくださいみたいな。それもなんかね時間拘束されるし。あの人ね来てる人ね素人だから。だってビートの車でさねビートってちっちゃい軽自動車あるのね。オートマですかマニュアルですかって聞いたやついたからオートマですって言えばよかったじゃないですか。ダメだとかってそしたらお客さんがさマニュアルに決まってんじゃんって話になって何言ってんだよもう帰っていいですって言われて帰らせないちゃった。そりゃそうっすよ。もう参加しなくていいですから帰ってくださいって言われちゃったのその人。そういう人もいるんですね。そう本当に。8速ダブルクラッチのオートマですとか言えばよかったんです。まあこれはねちょっと小売りできないし、これねじゃあエンジン乗せ替える動画上げてくださいとかって言うじゃない。結構ねレストアみたいなご要望いただくことが多い。でもねちょっとね高く買っちゃってるから。そうなんですね。また直すと売り値にね反映できない。もうすごい高くなっちゃうんですね。売るとしてもね。これはパーツ取りになっちゃうか、まあもしくはこのままエンジンとかね直せるところが買ってくれる感じかな。なかなかロータリーだとね難しいところが。ロータリーね藤田エンジニアリングとかねで直してもらうともう
いい車になっちゃうからねこれ。かっこいいですもんね、ボディは。海外にもファンいっぱいいますからね。うん。まあ個人的に会社好きなんですけどね。はい。ピーコさんね、藤田さん。そうそうこのサイドステップのカーボンのやつとかすごいなんかいい感じなんだよね。珍しく褒めてる。本当にそれ入ってる時はねついつい買っちゃう。出た。それが欲しいがために買っちゃう。また出ました。パーツでしか見てない。なぜかって言ったらそれすごい高く売れるんだよ。言っちゃった。そうそう。物がいいからね。みんな買っちゃうかもしれない。そうそう。ね、フィードのやつね、すごいいいもんね。かっこいいですもん。本当にかっこいい。じゃあですね、この車さっきね見ていただいた通りエンジンもブルブルだし白煙も結構吹いてたんですけど、本当に圧縮がないのか、ちょっとね私調べてきましたので、ここねこうなってるかどうか、実際にねさっきミー君が言った機械を使って調べてきましたので、よかったらそちらの動画ご覧ください。どうぞ。はい、では先ほどから紹介している FD3S ですが、本当にですねミー君のお腹みたいに圧縮がないのかちょっと調べてみたいと思います。これからですねロータリーエンジン専用の圧縮を測るツールでですねちょっと測っていきます。でつなげてねどれぐらいの数値が出るかちょっと見てみましょう。はい、ではこちらがですねロータリーの圧縮を測る機械でございます。こちらの使い方はですね以前みーくんが動画の方で紹介してますので、よろしければそちらもご覧になってください。センサーの方プラグホールにつなぎまして、これからセルを回していただきます。じゃあお願いします。OK です。おっとですね圧縮表示されません。これはもしかして圧縮ゼロってことじゃないですかね。これはなかなかまずいんじゃないですか。じゃあちょっとですねここだけだと分かんないんでもう一つの方で計測してみたいと思います。はい、ではですねもう片方の方のローターハウジングにつなぎまして、片っぽがですね本当に圧縮ゼロだったのかちょっと調べてみたいと思います。機械が壊れてなければこっちはちゃんとね圧縮があるはずだと思うのでちょっと見てみたいと思います。ではセルを回していきます。お願いします。こちらはしっかりありますね。 0.71 0.71 0.72、 これは割とまだ正常な数値なんじゃないでしょうか。ということはやっぱり最初の方は圧縮ゼロで完全にブローしてたってことですね。やばい。で補正かけます。はい、でこちらの数値からですねこちらのつまみで補正をかけていくんですけど、これが正しい圧縮ですね。 0.64 0.63 0.64、 まだ大丈夫なあまり大丈夫ではない数値だそうです。なんとやはりエンジン両方とも調子が悪いみたいです。いかがでしたか。もうねさっきの通り1個は圧縮ゼロ、もうゼロですよ。ないどころじゃない、足りないじゃないですよ、ゼロで1個はゼロでもう1個はかろうじて圧縮ありました。それで、なんとかエンジンかかってたかなっていう、そういう状況です。五輪中です。五輪中です。